へえ、容姿は悪くないじゃん。イブちゃん、彼女のこと知ってる？こんないかにも庶民な女なんて知らないよ。ノクトが過去に捨てた女じゃないの？あれ、警戒してる。過去に捨てたこと根に持ってるのかな？はあ？本当に君が捨てた女なの？最低だね、この軽薄男。まさか君、俺たちのことを知らないの？なんだ、やっぱ俺の女じゃなかったんだ。そんなことはどうでもいいよ。俺のことを知らないなんてあっちゃいけないことだと思うんだけど。ノクト様、イブ様、紹介はまた後ほどします。いたんだあんた。この子、客人？ええ。この後何のためにあなた方が集められているのか、バカでないのならお察しください。なんだ、そういうこと。ご理解いただけたのでしたら、早く円卓の前。はいはい、わかったよ。あんたとはまた今度遊んであげる。俺はこんな凡人がベルなんて絶対認めないからね。さあ、ぐずぐずしてないで、私たちも行きますよ。おや、犯行の意思表示ですか？ああ、そういえば自己紹介がまだでしたね。私はサリエルと申します。職業は宮廷官僚です。
今は警戒されているかもしれませんが、ご安心ください。私に懐くようしつけますので。では、息することを諦めるのですね。ええ、もちろん。あなたが私の言うことを聞いてくださるのであれば、命だけは保証しましょう。反抗的な相手を屈服させるのはたまりませんね。さあ、着きましたよ。まさかまた会うとはな。まさかまた会うとはな。いけませんね。王子にその口の利き方はありえません。気にすんな。俺が敬語はやめろって言ったんだ。ああ、ここにいる奴は漏れなく王子だ。皆様、お集まりいただきありがとうございます。これより先日お伝えしていました通り、ベルセードの承認の儀を執り行います。はじめに彼女を紹介します。初回の顔合わせとなりますので、
ルーク様から順に自己紹介をお願いできますか？めんどくせえな。ルーク様。やればいいんだろう。ルーク・ランドルフ7。いや、8番目の王子とかそんな感じだったはず。7番目のノクトクラインだよ。俺の部屋いつ来てもらってもいいからね。でこっちが俺の双子の6番目のリヒトクライン。第五王子のイブクロス。名前は仕方なく教えてあげるけど気安く呼びかけないでね。ジングランデだ。こいつらの長兄で第一王子になる。問題児ばかりで大変だろうが、ま、ほどほどに相手してやってくれ。第三王子のクラビス・ルルーシュだ。クラビスさんって呼んでくれていいぞ。さっきの見せ物はなかなか楽しかったな。シュバもそう思わないか？くだらん。だがあの場の度胸に免じて名前だけは教えてやる。第二王子シュバリエ・ミシェーレだ。最後は俺だな。レオン・ドントゥール。この国の第四王子だ。改めてよろしく。はあ？君そんなことも知らないでのこのこ城に来たの？サリエル、誘拐してきたのかよ。人聞きの悪いことは言わないでください。同意の上ですよ。しましたよね。古くからこのロードライト王国では次期国王を選定するのは選ばれた国民、すなわちベルの義務となっています。ええ、そうです。さっきからそう申しているでしょう。あなたにはこの中から次代の王を選んでいただきます。あなたにはこの中から次代の王を選んでいただきます。それは俺も聞きたいね。決め手は何だったんだ、サリエル。彼女の平手打ちです。そうきたか。ご明察です。ベル候補を探すため町を物色していたのですが、シュバリエ様に代わって即座に不届き者に手を下すその手腕、惚れ惚れしましたよ。必死になった時ほど人間の本性はむき出しになるものです。
優れた状況判断能力と決断力、そして不届き者だからと見捨てなかったあなたの公平で美しい心、まさしくベルの称号を授けるのにふさわしい逸材です。私の目に留まったことを末代まで誇りに思いなさい。断ったらサリエル泣いちゃうんじゃない？それは見てみたい気もするが、時間がないのは確かだな。国王陛下がぽっくり言った以上、早急に新国王を決める必要があるだろう。クラビス様、一応国民には秘匿している情報ですが。おっと、うっかりしてたな。泣いてもいいぞ。ちっ。字が出てしまいました。ロードライト王国は三国に囲まれた小国です。同盟国のベニトアイト、中立国のジェイドとは比較的良好な関係を築けていますが、大国オブシディアンだけは虎視眈々とロードライト王国の領土を狙っています。そのことについてはご存知ですね。国の体制が安定しないうちに国王の逝去が広まれば、混乱に乗じて攻め込まれる可能性があります。実際に国王陛下がご病気になられた際は、どこからか情報を嗅ぎつけたオブシディアンが国境に侵攻し、我が国の王子たちが自ら戦場に赴き、これを退けるという事態が発生しました。この意味がわかりますね。それだけでは足りませんね。私の欲しい言葉はもう一つあります。クラビス様もおっしゃった通り、我が国は早急に新国王を決める必要があります。あなたの存在は今やもう国の存亡に関わっているのです。ベルを引き受けてくださいますね。ではレオン様、シュバリエ様、彼女をベルとして承認される場合は挙手を。早いね、王様。名手のくせにそんな適当でいいのかよ。誰がベルになろうと俺には関係ないからな。彼らはレオン様とシュバリエ様を中心に二大派閥に分かれています。内政を重んじるレオン様派と外政を重んじるシュバリエ様派といったところでしょうか。各王子たちの総意は二極化しているため、
レオン様とシュバリエ様に決議を委ねることが多いのです。レオン様、いかがですか？お前の意思を聞かせろ。